ゆりかのデッドヒートを振り返ろう。はい、ということで皆さんこんにちは。アニソンシンガーのゆりかです。唐突に始まったこの動画なんだろうって思ってる方もいるかもしれないんですけれども、まあちょっとタイトルコールでも言ったんですけど、こういう状況になった2020年、今まで通りに活動できなくなったりとかいろんなことがみんな大変だったと思うんですけど、この2020年ゆりか何をやったか何を頑張ったかって言われたら、10月に開催されたワンマンライブデッドヒートレッド VS ブルーがね挙げられるんじゃないかなと思うんですけど、今回はですねそのライブ映像だったり当日のメイキングだったり、あと先日ねそのデッドヒートのライブフォトブック、写真集も発売させていただきました。で久々にねファンの方と直接触れ合えるサイン会という機会も、設けさせていただきましたので、そのサイン会の様子とかなんかをねデッドヒート総括としてみんなにお届けできたらなと思って今この動画を撮っております。もう本当にねなんだろうな、デッドヒートで言うとお客さんがいない配信ワンマンライブでもバンドでできるなんかそれの温度感というか、私たちはもちろんライブをやってるわけなんですけど、画面越しに見ている方は、ある意味ライブ会場ではないからどうやって見てくれるんだろうっていうのを考えた中での、手探り状態から始まったデッドヒートではあったんですが、今振り返ってみるとやってよかったなというか、すごくなんか2020年自分に意味のある、ライブだったんじゃないかなと思っております。改めてね、そういう思いを振り返ったりだとか、あとこれをご覧の皆さんはね多分デッドヒートも全部見てくれてると思いますので、写真集も持っていると思いますので、たっぷりねそういう面でもみんなで、振り返っていけたらいいなと思っております。ということでまず早速なのですが、ファンの方からもねすごく好評だったこちらの映像がございました。配信ワンマンライブと言いつつやっぱりライブっていうことに変わりないですから、ライブはねライブ会場に行くところから、ライブ会場に到着したところからスタートしているんです。ということで、みんなから大好評だったゆりかちゃんと連番、これねレッドとブルーで両方とも違うね動画を撮ったんですけれども、会場が下北沢ガーデンということで、もう終わっちゃうよっていうのも発表されていた頃だったので、外観も見てほしいなっていうことで、ゆりかちゃんと連番っていうオープニング映像を作ったんですよ。でもうねアーカイブ期間も終わってるので残念ながらもう見れないと思っているそこのあなた、なんと今回はですねもう何度でも見れるように、なんか通販番組みたい何度でも見れるように今日はなんとゆりかちゃんと連番レッドもブルーも映像を流したいと思います。やったー、これすごく私もねやりたい企画だったのでみんなに良かったよって言ってもらえてすごい嬉しいんですけど、そしてもうすでにね YouTube チャンネルでは出ているんですが、一部のレッドではドリームフライト、二部のブルーではメイキットのライブ映像をもうすでに YouTube にアップしているんですが、今回はせっかくねこうやって別の動画として、デッドヒートの振り返りをしているので、私のコメンタリーもつけてライブ映像を続けて見ていただきたいなと思います。ということで早速ゆりかちゃんと連番からご覧ください。どうぞ。遅い遅い、もういつまで待たせるの。もう早く行くよ、ゆりかのライブ始まっちゃうから。見て、今日わかる？もう久々のゆりかのライブだからさ、ルゾーの衣装に合わせてねちょっとコスプレみたいなのしてみたの。いやゆりかめっちゃ可愛いよね。てかゆりかのライブいつぶり？私2周年ワンマンライブぶりなんだけど、同じほらガーデン一緒じゃん会場だから本当楽しみにしてた。ちなみに何の曲楽しみとかある？みんなの声くださいね。私あれね両方応募したから。応募したよね。楽しみだよね。どうなるんだろう。もうチケットバッチリ持ってるから、ちょっと私もあなたの分やってあげるね。はい、いらっしゃいませ。お願いします。2人分で。はい。はい。はい。今日ねドリンク代タダにしてもらった。やったー。もう始まるからね本当に。てかほらもう空いてるから早くしないと。早くしないと。
行くよライブ始まるよ、楽しもうね。はい、始まりました。でもしっかりとゲームのタイトル名を言ってますね。いやでも初披露だもんな。楽しそう。でもそう、やっぱ初披露ってすっごい緊張するんですけど、でもこの日はみまる市からもお墨付きをいただくくらいサビとか当たりがすごいよくって、まあでも歌いやすい。やっぱりなんだろう、きついんだけどキーは高いんだけどねっていう意味の。でもなんかやっぱり自分に合ってる、まさにまあ実家に帰ってきた感じっていう、リトルウィッチアカデミアの歌っていう感じがする。なんかね、振りでね、なんかサビでね、なんかやっちゃうんだよね。なんか上がる、身振りでこう上がろうとしてるのかな。メイクも可愛い。どっちかっていうとなんかピンクっぽかった。なんか普段あんまピンクのリップとか使わないけど、2番でもうバッチリカメラ目線してますね。あざと。そう、お立ち台もねちゃんとありまして、見ていいもの。あとね、お団子、この髪型がすごい好きで、YouTube のアイコンとかもお団子にしてるけど、楽しそうね。あとやっぱね、バンドの皆さんそれぞれ映るのかっこいい。これやるかな、みんな言ってくれるかな、夫婦。一気にチャラくなると噂のサビのコール。いや本当にいい歌なんですよ、ドリームフライト。早くね、お客さんがいる中でバッチリ歌いたいです。そう、コメンタリーで歌っちゃうの私ね。ゲームもねやってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、本当にユニバースさんがねリアルタイムでも見てくれてたんですけど、すごい素敵なコメントとか感動しましたって言っていただけて本当に嬉しいです。あとオープニング、スーパー見まるしタイムが来ましたね。そう、これやったね。オケもいいんだけどね、絶対バンドでやるのが一番楽しい。出たほうきダンス。そう、配信では拾ってもらえなくって、動画にするときにスタッフさんが映してくれました。せっかくだからって言って。来ますよ、スーパーよこせさんタイム。かっこいいよねこれ。このデッドヒートのオマージュですね。かっこいい。君と空を飛ぶ。さあ、リトルウィッチアカデミアのね、デッドヒートっていうサントラのオマージュで今のドラマのところとかあるんですけど、こことか結構うるっときたもん。なんかお客さんもいないんだけど、なんかこの歌をやっぱこの編成でっていうかライブで歌えた喜びっていうのが本当に大きくって、やっぱこの歌はもっとライブで育っていく曲だと思うので、早くみんなと飛びたいなと思います。もうやりきった。よかった。もう一部レッド良すぎて本当にこのまま昇天するかと思った。また2部あるの嬉しすぎじゃない？何よかった。だよね、やっぱドリームフライト初解禁って言ってたからさ、もう楽しみにしてたけどさ、なんか泣いたよね。なんか本当になんかもうドリームフライトって感じで、なんかここまで頑張ってきてよかったって本当に思った。でさらに2部があるってめっちゃ嬉しいよね。2部ってさ、やっぱりさあれじゃない、大きくなっただよね。楽しみ。他に楽しみなのある？その曲来るかな。ちょっと楽しみだね。じゃあこれ私また2番に持ってるからお願いします。はい、いいですね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いやー、大きくなった来るからね、本当に楽しみ。あとあれだ、ルゾー。みんなの声ください。ルゾーあるから。もう本当に2部も楽しみ。じゃあもうあっという間に始まるから一緒に楽しもうね。は
はい、続きましては、ブルーからメイキットですね。この曲はルゾーのアーティスト版に収録されてるんですけど、まあカップリングなんですけど、すっごいファンの皆さんからの人気がある曲で、せっかくならYouTube で伸ばしたいなっていうので選びました。やっぱね、レッドと違ってちょっとキリッとした服だし、髪型とかメイクも結構大人っぽいですね。足出てんの大事なんですよそう、スマートな足ね。いやでもほんとメイキットはね、ファンの方、出たあざとい見われるとか、あざといもうって言っちゃったそう、この曲は本当にファンの方から逆になんかファンの人に育ててもらった一曲っていう感じではありますね。まあこういう状況になったからこそ、そのメイキットを届けたいなって思って歌いましたね。いい歌だな。君らしく生きてゆこうよ、大丈夫ねえ。いや、なんか楽しかったの、ほんと。カメラへのアピールがすごいですね。これちなみにカメラワークに関しては、なんかまああんまりカメラを意識しすぎてもなっていう、このデッドヒートのコンセプトがいつも通りのライブをするっていうことだったので、なんかあんまりカメラしてもなっていうのがあって、なんかこう例えばこの時に振り向きますとか、この時に寄っていきますとか言わなかったんですよ。もう本番のテンションというか。でもしっかりカメラさんがついてきてくださってありがとうございますっていう感じですね。いやでもなんかやっぱ歌ってる時の私輝いてますね楽しそう。照明もすごく綺麗にしていただいてね、さらにこうライブの雰囲気っていうのが出たんじゃないかなって思いますね。なんか見ちゃうもん普通にね。なんかこうやってライブ映像で振り返ると思ったあっという間かも。なんか伸ばしてますね。この曲みんな飛んでくれるからさ、楽しい。これね、ちなみに後ろこうやってやってるのはね、イヤモニが取れたかと思って、イヤモニのベルトが外れたと思って飛びすぎて押さえたけど、大丈夫だよゆりか、それ取れてないから大丈夫だよ。君の声を聞かせてよ。いやメイキットいい歌なんだよな、ほんとね。もうほんとライブの定番みたいになってきてるので、そう、少し押すんです。結局最後は自分なんで、ちょっと押すんで、あとは自分で頑張ってっていう思いが込められています。見ちゃうわ普通に。出たこのお立ち台がね、まあそんな範囲はないじゃないですか。あそこの上で飛んだり、しかも私10センチ以上のブーツを履いてるので、なんかもうね、リズムを取ったりジャンプするたんびに落ちそうなこう錯覚に陥るんです。そうだからちょっと安全面には配慮して飛びました。なんかできそうだからゆりかがこう言ってるとできそうって思うかも。私もゆりかだけど、もうみんな大好き横瀬さんスマイルが。いやなんか演奏してくださってる皆さんがもう一緒になんか楽しんでくれてるっていうのがやっぱステージ上は嬉しい。君は大丈夫。なんかゆりかが言うと大丈夫そうな気がするわー。ということで以上メイキットのコメンタリーでした。はい、ということで、ゆりかちゃんと連番、そしてドリームフライト、メイキットと見ていただきましたが、どうでしたでしょうか？よかったという声が聞こえております。いや、なんか2ヶ月前の話なんだけど、今喋ってんのが12月ね。2ヶ月前の話なんだけど、なんかすごい前に感じるというか、なんだろうな、すごくち
ちょっと昔のように思いました。懐かしいって思いながら私も見てたんですけど、これで裏話として言うとですね、1部と2部の衣装ですね、私的に。レッドがちょっとこうポップな感じっていうか、ドリームフライトがメインっていうのが軸にあったので、ちょっと元気っぽい動きもこうすごく出るふわっとしたスカートだったりっていうのを考えていたり、あとブルーは、対照的にというか、青木こなたの初披露っていう軸があったので、ちょっと色もねブルーに寄せてちょっとクールめにしてみたりだとかしたんですけど、衣装をね考えるのがすんごい難しくて、両方自分でこれがセトリに合う、これがライブに合うっていうのをすごく考えながら選んだんですけど、本当にね、なんだろうな、すごくさプロなわけじゃないからさ、衣装を選ぶのって。でもやっぱりセトリとか内容を自分で考えたり、もちろんスタッフさんと相談した上でなんだけど、主軸ってなるものは自分が関わらせてもらうことが多いので、なんかそういう見た目に関してもみんなにこう楽しんでほしいなっていうので衣装を選んだなっていう思い出がありますね。あと何よりデッドヒートに向けて本当にね、7月からね5キロぐらい落としたんですよ。でそれは運動メインだったのですごく健康的に痩せたんですけど、その成果がめちゃくちゃ出てた。そして体を鍛え、ダイエットっていうか体を鍛えるっていうことをしたんですけど、イコールもちろん歌の練習もしてるんですけど、体つきが変わってくるので、こうなんか歌に対してもあとシンプルにライブをやる体力というか、なんかどんどんなんかいいことしかなかったので、なんかデッドヒートに対する準備っていうかモチベーションっていうのは最後まで私もこう止まることなく完成形に持っていけたなっていう思い出がございます。いやもうね、本当にね、ちゃんとねデッドヒート以来体型もしっかりと保っておりますので、また次みんなに会える時もきっとスリムなゆりかちゃんが見れるんじゃないかなと思います。ということで、次なんですが、ここからはちょっと初公開になりますかね。ちょっとなんだろう、すごいさカメラでジャーンっていうか、本当なんかこうスタッフさんの携帯で撮ってくれたような、本当だからリアルなオフショットになるんですけれども、当日こんな感じでやってたよとか、ライブの直前こんなゆりかだったよみたいな映像をご覧いただけるのではないでしょうか。ということで、デッドヒート当日のメイキング映像をご覧ください。どうぞ。で、吉田さん、おもむろに学級と吉田さんの方まで走ってって8時半に終わるんですよね。戻ってくる。はい。それ面白いな。外の様子わからないけど大丈夫かな。お客さんは一人も。ありがとうございます。今日お客さん0人だって。チケ本当ですよねットが前代未聞。売れなかったか。残念だよ。残念だ。これ SE はちゃんと僕ら今の出てもいいんですか課長範囲で流れるんですよね。ここを開けてれば。さっきの感じで聞こえる。水ある。もしかし水ありてました20キロヘルツ以上とか30ヘルツ以下の音しか出てなくて聞こえないかもしれないです。モスキート。あれどこ一周待つんだっけ頭は。まあそうですね。でもちょっと手持ち無沙汰だったらもう引いちゃいましょう。じゃあさっき私が謝ろう。まあ触れた方がいいね。ブルーのつづり違うって私じゃないですよ。これいくらゆりね他にかゆりかじゃあみんな頑張るぞー。あ、電波ねえや。電波ないですよ。電波ないね。ログイン。であっちにあるんですよね。もう画面がはい高橋さんの携帯が。やってみましょうか。お願いしますでも何も変わらない。本当に始まるのかな。あんまり実感ないですね。無事に終わりますように。
大丈夫ですよね、見た目。中は履いてるので大丈夫です。ショーパン。足細くなったわ。何かあって止まるときはなんかこうありますよ。はい、あと袖に逃げてきてくれても大丈夫なんで。じゃあお願いします。まだです。ドラムが終わった。ふざけてるみたい。ふざけてないですよ。じゃあみんな飲み物の準備はいいですか？いい音鳴るよ。いつぶりだろう、ビールとか。じゃあみんなお疲れ様でした。飲めるかな？まずいな。でもうわおー、やっぱ家に豆乳しかない。いや、豆乳で豆乳の方が美味しいと思うな、私。あ、2口目だー。でも今月で25になりますから。ということでレッドとブルー終わりました。ありがとうございます。はい、ということで、当日のメイキングを見ていただきました。どうでしたでしょうか？いやー、なんか当日を振り返るとですね、私自身はもちろんですけど、周りの方もっていうか、バンドの皆さんだとか、あとスタッフさんとか、あとエンジニアさんもいつもねお世話になってる大口さんも入ってくださって、なんかみんながある意味配信ライブ初めてじゃないけど、なんだろうな、みんなこうせっせとこう実験的にじゃないけどみんな頑張っていた感じだったので、当日はすごくなんだろうな、細かいところまで本番中とかでも多分いろんな音の調整とかをしてくださったり、すごくみんなが見やすい環境を作ってくださいました。当日の思い出で言うと、
いつもお世話になってるヘアメイクさんの、かこさんという方がいらっしゃるんですけど、もうかこさんがねすごい短時間でレッドとブルーの間が確か30分ぐらいだったかな、ちょっと違ったらごめんなさいなんだけど、その中でもメイクとか髪型とかすごく綺麗に変えてくださって、結構バタバタはしてたんですけど余裕を持って気持ち的のねそういうなんだろう、見てわかるやっぱテンション上がるじゃないですか。あ、さっきと全然違う、すごいみたいな。で見てくれてる人も絶対なんだろうな、あ、髪型変わったとか、そもそも衣装が変わったとか見て楽しんでもらうものでもあると思うので、なんかそういうところは楽しんでもらえていたんじゃないかなと思いますね。あと久々にリユニオンっていうねセルフカバーミニアルバムを出した時にミニライブをやらせてもらったんですけど、レッドとブルー合わせてだと2時間近くですかね。すごく久々にバンドの皆さんと大きい音を出して、アコースティックではなかったのでジャンジャンジャンみたいな大きい音を出してっていうのがすっごい楽しくて、やっぱりみんなで音楽をみんなでやるもの、ライブはみんなで作るものだと思っているので、なんかこうステージでの一人じゃない感っていうか、すごくそれが嬉しかったし、なんかこうこういう状況にならなければある意味、当たり前に感じてしまっていたというか、もちろんオケのライブとかはあったりするんですけど、こうバンドで自分のワンマンでみんなでああじゃないこうじゃないというか、こうした方がいいんじゃないとか、こうプラスになっていくようにっていうのを試行錯誤しながらライブを作れるっていうのは、やっぱりこう改めてあの日感じたなと思っております。ライブ写真集にもねバンドの皆さんちらほらと写っておりますので、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。ということで、こうやってね写真集の流れに持っていくんですよ。次はですね、12月の5日に開催されました、秋葉原ゲーマーズ本店さんで、やらせていただいたんですが、ライブフォトブックデッドヒートレッド VS ブルー、こちらの写真集のサイン会の様子をですねご覧いただきたいなと思います。見てくれた方も行きたかったけどね距離的にとかいろんな問題があると思います。なのでこう少しでもねサイン会、ゆりかと喋るの、ゆりかと会うのなんか楽しそうだなって思ってもらえる映像になってたらいいなと思うので、ライブ写真集の映像をご覧ください。どうぞ。はい、ということで本日はデッドヒートライブフォトブックサイン会でございます。会場は秋葉原ゲーマーズ本店さんです。ありがとうございます。誰もいない。ありがとうございます。こういう状況というかの中、こうやって場所をお借りしてというか、本当にいろんな対策とかもしてくださって、こういう場をいただけたことがまず本当に嬉しいなと思います。そして来てくれる方もね本当に嬉しいなと思います。こういうのも作ってくれるわけじゃないですか。こう印刷とかしてこう文字とか作ってってやってくれる、こういうの準備してくれるっていうのが本当に嬉しいですし、なんか久々だなって言ったらあれですけど、懐かしいなって言ってもあれですけど、なんかこうやって用意してくださって本当に嬉しいなと思います。私ですそう、こういう柱にもこうやってね作ってくださって、これ多分写真撮ってる人とかいましたよね。いいやつせっかく作ってくださっているので撮ってください皆さん。今までも多分ルゾーのリリーベとかアニソンカバーミニアルバムのただいまのリリーベもさせていただいて、僕的にすごく思い出のあるところなので、お一人お一人とお話できるのを楽しみにしています。ということでサイン会入りやっていこう。はっワープできたかなサ
注意事項をですね、ご案内させていただきました。では、もうね、ご利用の準備、その時に何かあると思いますので、ちょっと確認してまいりますので、お待ちください。はい、ありがとうございます。とてもね、元気のあるサインいただきましたので、ご登場いただきたいと思いますので、ぜひですね、盛り上がる時は大きな拍手で盛り上がっていただいて、お声の方は、ね、お伝えいただければと思います。はい、それではですね、お待たせいたしました。ゆりかさん、ご登場お願いします。改めて今日はありがとうございます。ゆりかです。よろしくお願いします。こういう状況というかになってから、抽選でね来ていただくライブとかはあったんですけれども、多分こうして、みんなと顔を合わせて今日はここでお話もできるんですけどっていうのはすごく久々なんじゃないかなと思います。まずはこういう機会を、作ってくださったスタッフさんや皆さんに本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そして何よりね、来てくれる方がいらっしゃらないとこういうイベントってやっぱり成り立たないと思いますので、本当に来てくれてありがとうございます。この後はお一人お一人と、すごい久々に楽せるの笑っちゃいけないんだもんな。笑ってはいけないなんだ。そうか、話せるのを楽しみにしていますので、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。元気ですか？よかった。何さん面会みたいです。そう、なんかさ、囚われた人でさ、面会に来てくれて、なんか私悪いことしたみたいな。写真集のありがとうございます。はい、ということで、ゆりかライブフォトブックデートヒートレッド VS ブルーのサイン会が終わりました。いや本当にありがとうございました。久々すぎて緊張している方もいれば、もうあれも話したかったこれも話したかったっていろいろな話をしてくれてる方とか、いろんな方がいらっしゃって、一人一人とこうお話できる機会っていうのが本当に久々だったので、私も楽しかったし、私の方が喋ってたぐらいだと思うんですけど、本当に楽しかったです。オンラインの方とかもねいらっしゃいましたし、オンラインでゲットしてくれた方もいましたし、今日本当は行きたかったけど行けなかったっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、もう会える機会を作っていきたいな、続けていきたいなと思いますので、会えなかった方も今日会えた方もまた次を楽しみに一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ということで、ライブフォトブックのサイン会の様子を見ていただきました。どうでしたでしょうか？本当ね、私ベラベラ喋ってるんですよね本当に久々に会えたのが嬉しすぎて、あとね、こうフィルターっていうんですか、アクリル板とお客さんにはマスクをしてもらってっていう状況ではなんか映画館のさチケットのあれみたいな感じだったんですけれども、改めてなんですけれども、本当に足を運んでくださった皆さん、あとオンラインでもね、写真集ゲットできるよってなってたんですけど、手に取ってくれた皆さん本当に本当にありがとうございます。写真集のサイン会で言うと、状況が状況っていうのもあるので、なんかこう絶対来てねってこう言えるわけではないし、正直なところでもやっぱりその中でも応援してくれる方に久々に会うことができたので、ネットサイン会とかね、あと SNS のコメントだったりとかで私はこう身近に感じることはできていたんですけど、皆さんのことをね、でもやっぱり直接会って「あ、元気だった」とか、こんな中でも「初めて来ました」って言ってくれる方もたくさんいらっしゃって、本当に本当に一人一人との時間を楽しむことができたし、また絶対に会おうねって、次会える時まで笑顔で元気でいようねっていう約束ができたので、私は本当に元気をもらった一日でした。本当にこうやって見ると私楽しそうですね。なんかこうめちゃくちゃ喋って
少しずつではあるし、状況はねどうなっていくかっていうのはわからないところではあるんですけど、こうやってみんなと会える機会、もちろん今回はね歌が歌えなかったので直接歌を届けるっていうことは、サイン会だったのでできなかったんですけれども、こう直接みんなに声を届ける姿を見せるっていう機会を諦めずに作っていきたいなっていうのは本当に思っているので、ぜひまた次会える時まで元気で笑顔で過ごしてほしいなとお互いね思います。ということでデッドヒートについて結構振り返ってきたんですが、いかがでしたでしょうか。2020年、何ができたかっていうと、やっぱりセルフカバーミニアルバムのリユニオン、そしてこのデッドヒートが自分的には主軸になったんじゃないかなって思っていて、なんか何もないところから何かをみんなに届けるっていうのはすごく難しいところとかだったりはするんですけど、私がこう活動していく中でやっぱり変わらずに、こうなっても変わらずに応援してくれる人、そして出会ってくれる人っていうのを本当にいて、一人でもいてくれるなら私は歌い続けるし喋り続けるし姿を見せていきたいなと思っております。こうやって思っててもね、あと形にしてくれるというか、形になるのはスタッフさんだったり、日々応援してくれる方がいないと本当に成り立たないと思っているので、私も感謝の気持ちを忘れずにこうして言葉とか歌とかいろんなことで返していきたいなと思います。ということで最後はですね、私ラジオ、好き、こうやって喋ってるんでラジオが好きっていうのはもうみんなご存知かなと思うんですが、ライブの前に開演前ラジオというものを撮りました。でこちらもですね、もうせっかくなので見せちゃいますということで、最後はですね開演前ラジオを聞いてお別れしたいなと思います。ということでみんな次会う時まで私も頑張るので、みんなも元気で笑顔で過ごしてください。ということで以上、ここまでのお相手はゆりかでした。またねー。開演前ラジオスタート。ゆりかの開演前ラジオ。リスナーの皆さんこんばんは、アニソンシンガーのゆりかです。この番組はこれから始まるデッドヒートレッド VS ブルーをさらに楽しく待とうという手作り番組でございます。この開演前ラジオ、ラジオと言いつつそのライブの開演を楽しみに待つラジオなので、なんと2月の22日ぶりでございます。前回はね恵比寿ザガーデンホールで館内の音声として流れてたんですけど、その時に聞いてくれていた方はいるでしょうか。今回ね半年以上ぶりにこの開演前ラジオ帰ってまいりましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいなと思います。ということでこの開演前は今一部の前、レッドの前になるわけなんですが、いやー配信ライブどうなるかなって思ってるんですけど、画面の前のあなたに届くように一生懸命歌いたいと思いますので、開演前ラジオもぜひ楽しんでください。ということで開演まで楽しくお付き合いください。はい、ということでここからはですね開演前ラジオ恒例のお便りリプ紹介をしたいと思います。いつもね自演ラジオでやってる時はメアドの方に送っていただいたりするんですが、開演前ラジオはもうちょっとラフな感じというか、もうちょっとこう気軽にというか第一手がね送りやすいようにっていう意味で、今回もツイッターで募集をしたんですが、今回のお題ゆりかの好きなところということでね、本当にたくさんいただいたのでなるべく紹介していきたいと思います。なんかねみんなねこういうとこ見てくれてるんだってすっごい嬉しい気持ちになったので、なるべく紹介していきます。まずはねスイカバーさんありがとうございます。好きなところが多すぎてツイッターの文字数内に書けない。素晴らしい。カッコ文字数みたいになってさ、私もたまにやったりするんですけど、何文字でしたっけツイッターは。 180?200?180 くらい。そんなのじゃね語りきれませんよね、ゆりかの良さなんて。ちょっと今見て調べてくださいありがとうございます。じゃあね次、立花ゆうちゃんありがとうございます。かっこいい曲を歌う時の切り顔とバラードを歌う時の切なげな表情から笑顔になった瞬間、同様に MC から曲に入る時のスイッチの切り替えもすごく好きですということでありがとうございます。これはまさにライブを見てくれてるから
お話できることだと思いますね。確かに結構ゆりかの楽曲って結構言ってるんですけど、ジェットコースターっていうか、こうすっごいドバラードもあればもうひっちゃかめっちゃかもう騒がしいみたいな曲もあるので、本当に1個のライブの中でも高低差が激しいんですよ。感情の使い方が難しいので、見てる人ももちろんそうだと思うんですけど、いや今回のデッドヒートでもそのゆうちゃんの好きなところを見れるんじゃないかなと思います。じゃあ次ね、リリュウさんありがとうございます。いつもファンのみんなに感謝の気持ちを伝えてくれるところ、こちらこそっていうかいつもありがとうございます。いやそうなんかさ、私たち的には当たり前に思ってることでもやっぱり言葉にしないと伝わらないというか、言葉にしても伝わらないことはたくさんあるんだけど、いやでも本当になんかいろんな、インタビューとかでもお話しさせてもらったり、遅延ラジオとか自分の口で顔でこう言ったりもしてるけど、この状況の中でこう応援してもらえる温度感を保つのも本当に大変だと思うんですよ。自分もオタク側だから気持ちはわかるし、でもそんな中でやっぱり応援してくれてる方たちがたくさんいるので、本当にありがとうございますっていうのは伝え続けていきたいなと思います。じゃあ次かもちゃんありがとうございます。何事にも一途なところ、ありがとう。確かに一途すぎるかもしれない本当にね、一回好きになったらずっと好きだね。基本的に嫌になるっていう言い方はおかしいけど、基本的にずっとその知識は蓄えたままっていうか、ずっと自分の中にあるまま、今の自分になってるっていう感じ。でもそういうことをね言ってくれてる人ねいますよ。フードさんありがとうございます。アニメが大好きでアニソンシンガーに誇りを持って活動されているところが大好きです。もちろん最近は可愛すぎて好きなところをあげるとキリがないですがということでね。いやありがとうございます。もうなんか他にもいたな、自撮りがめちゃくちゃ可愛いって言ってくれてる。ありがとうございます。でも私の自撮りそんなに違う人じゃないと思うんだよ。そんなに違う人じゃないと思うので苦情は受け付けないんですけど、そのアニメが好きでアニソンが好きでアニソンシンガーっていうものになりたくてっていうのは結構誰よりもこだわっている自信があるので、それはこれからも、続けていきたいなと思います。次ブルブルさんありがとうございます。愛嬌かあんまりわかんないけど自分では、でもあんまり人見知りっていうか、そういうのはしないタイプかななんて思います。ということで本当にまだまだたくさんいただいているので、ブルーでもまた、違う内容を紹介したいなと思いますので、もしブルーまだ手にしてないよっていう方まだまだ間に合いますよ。アーカイブの方は今送っても読めないですけれども見れますので、ぜひ楽しみにしていてください。以上ゆりかの好きなところのコーナーでした。続いてはこちら、グッズができたよ。いやもうここにもねちょっとちらっとあるんですが、今回ね新しくグッズができましたので紹介をさせていただきたいなと思います。まずはじゃあこの真ん中からいこうかな。じゃじゃん、カフェボトル、こちら 200ml 入ります。見えますかね。この赤、今回レッド VS ブルーということで赤を結構基調とイメージ、ライブの中でもイメージしてるんですけど、よくないこのサイズ。なんかこうすごいさ大きいと持ち運びづらかったりするけど、これはどんなカバンにも入ると思いますし、今の時期におすすめです。やっぱ水分補給とか大事だしね、こうライブでもさ配信でもやっぱりみんな盛り上がってくれると思うから、今はね手元にないと思うんですけど、こうググッと飲んでこうお出かけ先だったりライブ配信を見たりとか、ぜひお供にしてほしいなと思います。ビールは入るかは分かりませんが 200ml 入りますので、ぜひこちらチェックしてもらえれば嬉しいです。そして次ハンドタオル、こちらでございますね。じゃん。今回このなんか丸三角ゆりかみたいなこのロゴがどのグッズにもちょっと反映されているんですけれども、これはレッド VS ブルーのちょっとブルー感かな、ネイビーっぽいんですけれども、こちらは、ハンドタオル、ミニタオルみたいな感じで、これも持ち運びがとても便利ですし、これシンプルでね普段使いしやすいんじゃないかなって思いますね。これどう？だからさ、タオル回し曲私もありますけれども、これを回すのから、これだとさほらなんかディスタンス保てる感じしますよね。なんか振り回せばタオルは振り回すものだと思うので、こちらもぜひチェックしてもらえれば嬉しいです。そして最後こちら1個ずつの販売になるんですが、
缶バッジミラーを作りました。じゃーん。結構最近このグッズって多いと思うんですけど、これ入れ物も入っておりますね。でこれはセットで買えるわけではなくて、1個ずつだから、こっちだけ欲しいっていう人はこっちだけこうポチッとできるわけですが、こっちがこれカメラに映ることになるのかな、こっちが鏡になっておりますね。だからこうやってこう、もう男の子もさ、身なりを整える、女子もね、ぜひ、女子本当おすすめなんですけど、これだからこうやってバッチリバッチリってやって、お出かけをしたりですとか、ちょっとデートに行く子がいるかはこれを見てる中で分かりませんけれどもこっちはイタルさんが、私の大好きな日野イタルさんが描いてくださったゆりかのシルエットになっていて、こっち結構シンプルだけどおしゃれで可愛い作りになっております。でこのカバンもついてるので、カバンとかに入れても鏡の部分が汚れるとかないですし、これは私もかなり愛用していきたいと思っていますので、ぜひチェックしてもらえれば嬉しいです。これはこう一個一個っていう感じで、ゲットできます。そしてですね、このどれかいずれかと、あと4点セットっていうこう4個で個別で買うよりもちょっとお安くなってるよみたいなセットがあるんですけど、個別でもそのセットでもいずれかを購入していただくと、10月17日に開催されるデッドヒート複製チケットサイン会に参加していただけます。こちらは私の、公式 YouTube の方で生配信をするんですけれども、よくミニスケッチにサインとか、リユニオンではステッカーにサインをさせていただいたんですけど、今回は本当にリアルチケット、会場に行ったらみんながこれを持って会場に入ってくれる、本当にリアルなチケットにサインをさせていただきます。でなぜチケットがいいかなって思ったのが、私が結構オタクをするときにチケットホルダーに大切にチケットを、入れていくタイプで、その日に行った証になるじゃないですか。で配信ライブってやっぱりそういう証みたいなのがないのかなって思ったから、少しでもそのデッドヒートに自分は参加したんだっていう思い出として残してほしいなっていうので複製チケットにいたしました。ちゃんとね、番号とかいつもだったらほら何番の人って入ったりするじゃないですか。その番号も一個一個違うので、本当にどれも世界で一つだけの複製チケットになっておりますので、ぜひ気になった方はグッズも、そして複製チケットサイン会も楽しみにしていただければ嬉しいです。ということで駆け足になってしまいましたが、以上グッズができたよーのコーナーでした。ということで、あっという間にお別れのお時間ですが、いかがですか、開演前ラジオ。ここからは、実際だったら初注意とか読んだりするんですけれども、今回は配信ライブということでみんなどうやって見てくれてるかわかんないんですけど、近所迷惑にならなければ何をしても OK です何でもいいと思います。近所迷惑にほら大きい声出して周りにうるさいとか言わなければ、どんな感じで楽しんでいただければ、いただいてもいいので、ぜひもう思い思いに楽しんでいただければいいなと思います。初の、配信ワンマンライブどうなるかわからないのですが、でも私はしっかりと準備してきましたし、ゆりかのライブの楽しさみたいなのを配信でも伝わると信じているので、ぜひこの後は一緒にいっぱい楽しみましょう。ということで、ここまでのお相手はゆりかでした。またライブで会おうねー。ゆりかの開演前ラジオ。皆さんこんばんは、アニソンシンガーのゆりかです。この番組はこれから始まるデッドヒートレッド VS ブルーをさらに楽しみに待とうという手作りラジオ番組でございます。ということでレッドが終わりましたが、皆さんいかがでしたか？もしかしたらね、ブルーから初参戦の人がいるかもしれないので、その場合はアーカイブでぜひレッドもチェックしてもらいたいんですけれども、いやー素晴らしかったでしょ。みんなの声ください企画ですでに魔導戦士グランシャリオン、そしてリトルウィッチアカデミア VR のドリームフライトは初披露だよっていうことで、この2曲はすでにネタバレしていたと思うんですけれども、いやードリームフライト最高でしょ。いやー本当にね、これをねバンドでできるっていうのが本当に私はね
嬉しいので、もちろんアーカイブでも何度も何度も見ていただきたいですし、これからも大切に歌っていこうと思います。この後はねまた気持ちを切り替えてブルーがまたガラッと雰囲気が変わって始まりますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ということでですね、そうだ、あれなの、この後にお便りのリプライブを読んでいくんですけれども、こちらもレッドと全く違う内容になっておりますので、早送りとかしないでね、開演前ラジオもしっかりと楽しんでいただければなと思います。ということで開演までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで、ここからはですねお便り、ツイッターの方で、リプライを募集いたしまして、本当にたくさんいただいたので、また、一部の時の開演前ラジオとは違う方のね、お便りもなるべく紹介したいと思います。普段はねゆりかの、自演ラジオっていうのでメアドでメールテーマとか募集してるんですけど、この開演前ラジオはどちらかというともうちょっともっと気軽にラフに、今一応台本もあるんですけど、ほとんどある程度無視して話してるっていうラフさがちょっとね大事になってくるので、なるべく紹介していきたいなと思います。クーヤンさん、ありがとうございます。高音パートの歌声、好きなもの好きなことに貪欲でひたすら追いかけ続けているところ。高音、やっぱ高音のイメージ強いのかな私って。そりゃ低音よりは高音の歌の方が多いと思うんだけど、ほんとね結構ね、こう高いところ伸びやかですとか言ってくれたりとかしてる方いますね。ピヨピヨさん、ありがとうございます。独特な感情表現を持った歌い方、歌詞を伝える歌唱力。嬉しいです。なんかアーティストっぽいですね。ありがとうございます。なんかねこういうのね言ってくれてる人いたな。かつじいさん、ありがとうございます。まっすぐの深いところに届いてくる歌声、うまい下手とは別の次元の才能だと思います。だって嬉しい。いやでもねやっぱ思うよ、上手い人なんていくらでもいるから、上手くて当たり前みたいな中に飛び込んでいるわけじゃないですか。その中でやっぱり自分のこう強みというか、なんかそういうところをこう模索していく中でこうやって言っていただけるとすごく嬉しいですね。じゃあね次、オーガ君、ありがとうございます。オートミール職人のところせっせと作ってますよ。せっせと今日も作ってきましたけれどもそうすごいね、私さ本当に最近さ本当でもねオートミールいっぱい作ってるの。なんかこうチャーハンだったりオムライスだったりリゾットだったりチゲ風だったりみたいな、紹介できたらいいんだけどさ、本当に紹介できるほど立派なものじゃなくて、なんかこう適当に家にあったものに適当に水入れて適当に焼いてみてみたいな、で味薄かったらキムチ入れればいいかみたいな感じなのでなんかこういうのやってみてくださいみたいにすごい言えるわけではないんですけれども、でもこうやって言っていただけてよかったです。じゃあ次ね、アスタローってシュウさんかヒイラギさんかわかんないけど、木に冬、ありがとうございます。表面の波のなんでハマなんかハマったよね今ね、なんかなまったよね。表面の波の夕立がのところ、やっぱり高音から感じる切なさが魅力的な性質だと思います。夕立がって部分さ、初めて聞いた時さ間違ってると思ったの。なんかさ夕立がってさ、なんか不安みたいになってるけどこれ合ってるのでね、いやでも褒めてもらえて嬉しいです。じゃあ次、オタクさん、ありがとうございます。好きを発信してその好きを叶えているところがすごく好きです。いや嬉しい。好きの三拍子だ。好きを発信してその好きを叶えてくれるところがすごく好きです。いやでもやっぱり言葉にするのも勇気がいるわけじゃないですか。こういうことをしてみたい、ああいう人になりたいみたいな。でも言うことでこう味方、ファンの人もそうだけど味方でいてくれる人とか、具体的にこうなりたいから自分はこうすればいいんだみたいになることがあるから、やっぱり言葉にする勇気は持っていたいなって思う。次、ピヨさん、ありがとうございます。高みを目指し続ける姿勢とそれを貫くだけの強い芯があるところです。いやもう確かにもう芯の強さだけはね、ほんとキャベツ並みだと思いますね。いつになっても変わらないので、そこは安心してほしいと思います。ラスト、どうしようかな。じゃあね今ランダムにしてます。この方、
小山の小人さん、ありがとうございます。掲げた目標を声に出して実現のためにちゃんと動いているところ、ありがとうございます。そう、実現のためにちゃんと動いてダメなことももちろんある、今でもあるんですけど、それでもやっぱ動くことが大事なので、今日もしっかりとデッドヒートライブで動いていきたいと思います。ということで本当にたくさんいただきました。まだまだ読めない、リプライもたくさんあったのですが、ありがとうございました。開演前ラジオはね、ライブの前には絶対やりたいと思っておりますので、また次回ありましたら参加してみてください。以上、ゆりかの好きなところのコーナーでした。お次はこちら、グッズができたよー。いやもうここにもねちょっとちらっとあるんですが、今回ね新しくグッズができましたので紹介をさせていただきたいなと思います。まずはじゃあこの真ん中からいこうかな。じゃじゃん、カフェボトル、こちら 200ml 入ります。見えますかね。この赤、今回レッド VS ブルーということで赤を結構基調とイメージ、ライブの中でもイメージしてるんですけど、よくない？このサイズ。なんかこうすごいさ、大きいと持ち運びづらかったりするけど、これはどんなカバンにも入ると思いますし、今の時期におすすめです。やっぱ水分補給とか大事だしね、こうライブでもさ、配信でもやっぱりみんな盛り上がってくれると思うから、今はね手元にないと思うんですけど、こうググッと飲んで、こうお出かけ先だったりライブ配信を見たりとか、ぜひお供にしてほしいなと思います。ビールは入るかは分かりませんが 200ml 入りますので、ぜひこちらチェックしてもらえれば嬉しいです。そして次、ハンドタオル、こちらでございますね。じゃん。今回このなんか丸三角ゆりかみたいなこのロゴがどのグッズにもちょっと反映されているんですけれども、これはレッド VS ブルーのちょっとブルー感かな、ネイビーっぽいんですけれども、こちらは、ハンドタオル、ミニタオルみたいな感じで、これも持ち運びがとても便利ですし、これシンプルでね普段使いしやすいんじゃないかなって思いますね。これどう？だからさ、タオル回し曲私もありますけれども、これを回すのから、これだとさ、ほらなんかディスタンス保てる感じしますよね。なんか振り回せばタオルは振り回すものだと思うので、こちらもぜひチェックしてもらえれば嬉しいです。そして最後、こちら1個ずつの販売になるんですが、缶バッジミラーを売りました。じゃーん。結構最近このグッズって多いと思うんですけど、これ入れ物も入っておりますね。でこれはセットで買えるわけではなくて、1個ずつだから、こっちだけ欲しいっていう人はこっちだけこうポチッとできるわけですが、こっちがこれカメラに映ることになるのかな、こっちが鏡になっておりますね。だからこうやってこう男の子もさ、身なりを整える、女子もね、ぜひ、女子本当おすすめなんですけど、これだからこうやってもうバッチリバッチリってやって、お出かけをしたりですとか、ちょっとデートに行く子がいるかはこれを見てる中で分かりませんけれどもこっちはイタルさんが、私の大好きな日野イタルさんが描いてくださったゆりかのシルエットになっていて、こっち結構シンプルだけどおしゃれで可愛い作りになっております。でこのカバンもついてるので、カバンとかに入れても鏡の部分が汚れるとかないですし、これは私もかなり愛用していきたいと思っていますので、ぜひチェックしてもらえれば嬉しいです。これはこう一個一個っていう感じで、ゲットできます。そしてですね、このどれかいずれかと、あと4点セットっていうこう4個で個別で買うよりもちょっとお安くなってるよみたいなセットがあるんですけど、個別でもそのセットでもいずれかを購入していただくと、10月17日に開催されるデッドヒート複製チケットサイン会に参加していただけます。こちらは私の、公式 YouTube の方で生配信をするんですけれども、なんかよくミニスケッチにサインとか、リユニオンではステッカーにサインをさせていただいたんですけど、今回は本当にリアルチケット、会場に行ったらみんながこれを持って会場に入ってくれる、本当にリアルなチケットにサインをさせていただけます。でなぜチケットがいいかなって思ったのが、私が結構オタクをするときにチケットホルダーに大切にチケットを、入れていくタイプで、なんかその日に行った証になるじゃないですか。で配信ライブってやっぱりそういう証みたいなのがないのかなって思ったから、少しでもなんかそのデッドヒートに自分は参加したんだっていう
なんか思い出として残してほしいなっていうので複製チケットにいたしました。ちゃんとね、なんか番号とかいつもだったらほら何番の人って入ったりするじゃないですか。その番号も一個一個違うので、本当にどれも世界で一つだけの複製チケットになっておりますので、ぜひ気になった方はグッズも、そして複製チケットサイン会も楽しみにしていただければ嬉しいです。ということで駆け足になってしまいましたが、以上グッズができたよーのコーナーでした。はい、ということで、ブルーの開演前ラジオもあっという間におしまいでございます。ちょっと私今不安なのが、レッドの開演前ラジオの時間とブルーの開演前ラジオの時間が果たして同じぐらいなのかがちょっと不安なんですけど、まあでもラジオは私もね結構いっぱい好きでやってるから、結構体内時計はちゃんとしてるんですよ。そうだからまあ大体合ってると思いますが、合ってなくても許してください。ということで、ここからは普段だったらこうライブの初注意とかお話しするんですけど、今回は配信なので、近所迷惑にならなければ何をしても大丈夫です。周りに何を、例えば蓮田のような田んぼの中にいたら、叫んでも近所はいないと思うんですけれども、電車の中でもしかしたら見てくれてたりとか、いろんな方がいると思うので、それぞれの場所でそれぞれの楽しい見方で、精一杯盛り上げていただければなと思います。ということで、もうあっという間にレッド VS ブルーが近づいてきております。本当にね、ここから見てくれる方もいるかなと思うんですけれども、しっかりと愛情を持って、歌わせていただくことは配信でも普段のお客さんがいるライブでも変わらないので、その熱量が届いたらいいなと思います。ということで、この後ライブでお会いしましょう。以上、ゆりかでした。またねー。